どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。喧嘩商売、喧嘩家業というタイトルの格闘漫画の中で、柴原剛成、グラップラー脇の中では三越柴騎兵という名で、主にその弟子である塩田剛三をモデルにしたキャラクターの師匠、さらには引き立て役として描かれることが多い上柴森平。しかしてその実態は、若き日に天心真陽流柔術、柳生心眼流柔術などを学び、さらには柳生新影流剣術など各種武術修行に精通し、武田宗覚の大東流合気柔術門下となり、古来隠れる各派の武道の精通、大本教の宗教観を取り入れ、和合、万有愛護などを理念とする合気道を創始。身長は156センチ、体重は20歳の時で75キロにして、坂道を転落した場所ごと上まで押し上げたなどの剛力を誇っていたといいます。そんな上柴森平の伝説的な戦いとして知られている。おそらくは上柴森平56歳の時に、当時34歳、身長187センチ、体重116キロの元大相撲関脇天竜、神業とも言えるもので投げ通し、弟子にしてしまったという、そこまで以前の動画でお話しさせていただきました。今回はその続きとして、同様のエピソードとして、同じく朝鮮半島で大きな武道大会が開催され、上柴森平が招かれ演舞した際のこと。そこで挑んできたのが、木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと歌われた、その木村正彦のライバルと言われていた M という選手と、大人と子供法との大格差の中、いきなり上柴森平の送り襟を取り、引きつけて羽越しに行こうとしたところ、その巨体がそのままへなへなと床に崩れ落ち、場内は騒然になったといいます。これは相手が懐に入ってきた瞬間を捉え、上柴森平が相手の腰にポンと拳を当て、そのタイミングのあまりの良さに骨が砕け、再起不能になってしまったというから、驚愕の事実と言えるでしょう。さらにはその威力は日本のお家芸柔道に遺憾なく発揮され、同じく講道館柔道史上最強と謳われる木村正彦に後に勝利することになる柔道家阿部健志郎が、武道専門学校時代に記者内で迎えの席となった際、私は君を知っていると声をかけられ、適当にあしらっていたところ、この小指を折ってみなさいと言われ、イラつき黙らせるために思いっきり握ったその瞬間、車両の床に組み伏せられ、その場で弟子入りし、10年間合気道を習うことになったといいます。その逸話は同種の武道だけにとどまるを知らず、打撃系格闘技の頂点ともよく称えられるボクシングのその道で最強キャラ、現在では牽制と崇められるピストン堀口。その彼がボクシングに合気道の動きを取り入れたいと上柴道場に習いに来た際に、上柴森平がついてきなさいと話し、それにストレートを打ったところ、その目にも止まらぬパンチを上柴森平はわしづかみにして、引っ張り込んで下から顎をしゃくり上げ投げ飛ばしてしまったというから凄まじいと言えます。畳から身を起こしながら、ピストン堀口は目を丸くして驚いていたという。その右拳には人差し指と中指と薬指の付け根に上柴森平の指が入ったらしく、赤いあざがいくつもついていたといいます。その真偽は実際にも絶賛威力を発揮し、憲兵学校で集団の待ち受け襲撃を受けたのだと、身の回りがおかしいといち早く気づき、草むらから30人ほどが出てきても慌てることなく、手に持っている木刀や木銃をひらりひらりとかわし、ちょんちょんとついてやると面白いように転がる。結果的にその襲撃した者たちはその獲物の重さゆえに振り回され、
ものの5、6分で息切れを起こし、戦意を喪失させてしまったといいます。しかしてその最大の皇帝ともいえる塩田剛三をうならせたのは、彼が上島守平だけが持つ神秘力だと言います。塩田剛三がお付きの者をし、汽車に乗った折、武田総閣からいただいたという鉄線を受け取り、語られたという言葉。わしに隙があったらいつでもこれで殴ってきな。もし殴れたらあんたに銃弾をやろうと言われ、しめしめと塩田剛三は寝息を立てているのを見計らって打ち込もうとした時、上島守平はカッと目を見開き、それに塩田剛三は動きが止まってしまい、それを見て上島守平は微笑みながら、今夢の中に神さんが現れてる、塩田が叩くぞ、塩田が叩くぞと教えてくださったんじゃと語ったといいます。他にも塩田剛三をはじめとする内弟子たちが道場に布団を敷いて眠り、上島守平が奥の部屋で休んでいる時、いきなり奥の部屋の戸がバーンと開いて、上島守平が勃剣を片手に真っ黒な道場へ飛び出してきたといいます。そして暗闇の中でピャーという気合とともに何かに向かって切りつけたと。何が起こったのか分からずに明かりをつけると、仁王立ちにった上島守平の足元に首の飛んだネズミの死体が転がっていたといいます。バカー！ネズミが神さんのお供えをかじっているというのに、神棚の前で寝ていたお前らがなんで気づかんのじゃ。私たちがそれに気づかなかったからと怒られて分かるはずがなかった。隣の部屋で寝ていた上島守平が気づき、勃剣で首をはねる。ある意味信じがたいようなエピソードと言えるでしょう。そしてその極めつきとも言える話が、陸軍の砲兵官とともに鉄砲の検査官が上島道場を訪れた時のことでしょう。検査官というのは出来上がった鉄砲を実際に撃ってその具合を判断する者たちのことで、その射撃の腕前はオリンピック級。事実塩田剛三が拝見した時に100発100中で驚いたという話もあります。そんな彼らを前に上島守平が演武を行い、わしには鉄砲は当たらんのや。塩田剛三は確かに上島守平から猛虎で馬賊と戦った時、鉄砲の弾を避けたと聞いていましたが、これは相手がいけないと思ったが後のもの。検査官はプライドを傷つけられてすっかり怒りし、本当に当たりませんか。ああ、当たらない。じゃあ試していいですか。結構や。その場で誓約書を書き、母印まで押し、その写しを軍の裁判所のようなところへ持って行って確認までしてもらうという念の入れを経て、撃たれて死んでも文句は言えない状態となり、大久保の射撃場へ。奥さんが大変心配されてやめるように懇願するも、上島守平は「いや大丈夫、あんなもん当たるよ」とのんきなの。塩田剛三も連れ添った湯川とともに「これは葬式を用意した方がいいんじゃないか」と相談。しかし実際に射撃場に着くと想像を絶する事態が彼らを待っていました。なんとその射撃、1人ではなく6人がかりという話。25メートル射程のピストルを用いて、訓練ではその距離に人間の形をした的を置いており、今回はその代わりにその位置、そこに上島守平が立つこととなりました。6人が一斉に構える。25メートルというと相当の距離。あんなところから先生は一体どうするのかと息を飲んで見守る中、スリーカウント後に6つの銃口が一斉に広く、砂ぼこりがもうもうと舞い上がったかと思うと、次の瞬間に6人のうちの1人が宙に舞う。信じがたいことに上島守平は誰もが気づかぬそのうちに6人の車種の後ろに立ってニコニコと笑っていたと見ようです。納得できない様子の検査官がもう一度やらせてくれと申し出、先生は構わんと涼しい。2
再び6つの15が火を吹きますが、今度は端っこの人が投げられ、またもやいつの間にか後ろに立つ上島森平。25メートルの距離を一瞬で移動したのか、塩田剛三がどうやったのかと尋ねる。彼らがピストルの光を引こうとする。黄金の玉のような光が飛んでくる。弾はその後から来るから、避けるのは何でもない。それに6人同時に撃っているつもりでも、一度には出てこない。必ずバラバラだから、一番先に来る奴のところへ行けばいい。金の光は、ピューンとすごい音がするんだ。音がした時に走り出す。その時はまるで忍者のように腰をかがめて小走りのような格好。それで飛び込んでいった。後から弾が来た時にはもう半分ぐらい中に入っていると言います。上島森平は金の光が来てから弾が届くまですごい時間があると言いますが、見ている塩田剛三にとってはまさに一瞬の出来事。その姿は全く見えず、そんな塩田剛三に上島森平は、わしはこの世に必要だから。上島は生かしとかにはいかんと神様の告げはあった。わしの見過ぎはまだ終わってないから死なんのや。神様からもこの世に必要ないと言われた時に、わしは昇天するんじゃ。しかしこの後日談として、塩田剛三の知り合いで養親して鉄砲士の名士山鳥が沢から降りてくる。時速200キロのスピードのその頭を100発100中で狙い撃つという山梨の佐藤貞次郎にその時のことを話したと言います。それでもわしの鉄砲は避けられる。人間の頭なんてこんなにでかい。わしは山鳥の頭を撃つんじゃ。人間に当たらないわけがない。そう語り、上島森平と勝負するために山から降りて上島道場。それを受けて道場の奥に上島森平が正座して座る。離れたとこから佐藤が猟銃を構える。塩田剛三が固唾を飲んで見守る中、佐藤の指が今まさに引き金を引こうとした時、待て、あんたの鉄砲は当たる。上島森平はこう制している。あんたはわしを撃ってやろうなどという気持ちがこれっぽっちもない。最初から当たるつもりで撃とうとしている。そんな人の鉄砲は避けられない。大したもんだ。そう語り、上島森平は佐藤に頭を下げたと言います。それに佐藤は満足して山に帰り、塩田剛三は佐藤の生きる、それを察知して勝負を退いた上島森平の名人ぶりにすっかり感心したという話です。まさに現代の常識が通用しない武道、武術、そういったものを極めた者たちにしか分かりない領域の基調にして、既成概念、固定観念、そういったものが覆される話と言えるでしょう。私は引き続き塩田剛三の師にして合気道開祖、神秘力、上島森平、彼の伝説を皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。